はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について、共有の方をしていきたいと思います。海外のですね、公式テレグラムおよびディスコードの方から僕の方でね、重要だと思ったものを抜粋して紹介の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、F アセットのミントは私たちのロードマップにありますということで、ビフロストウォレットですね、ソングバードとかフレアネットね、使えるビフロストウォレットですが、そちらから更新がありまして、F アセット、今後 XRP とかを、フレアのね、ネットワークに送って FXRP を鋳造してですね、それで、収益を上げるっていった、ものが展開されていくんですが、それをね、サポートするということで、ビフロストのウォレットでね、そちらを F アセットミントっていうのができるようになるということでね、配信の方がありました。で、あとね、メタマスクとかでもね、利用している方もいるかと思いますが、すでにね、デリゲートとあと、ラッピングっていうのも、ソングバードの方でね、もうビフロストウォレットは提供しておりまして、そちらのやり方はね、ビフロストウォレットのマニュアルとして僕の記事の方でね、別記事で書いておりますので、そちら見ていただければと思います。で、フレアの方もね、今後対応していくと思いますので、そのデリゲートとラッピングね。ですので、ビフロストを使ってればね、結構楽にいろいろ操作ができるかと思います。まあ、メタマスクでもいいんですけども、RPC の追加したりとか、ちょっとね、ワンステップ置くっていうのが今までのメタマスクにありますので、あと F アセットとかもね、利用できるかっていうのはちょっとまだわからない段階ですので、まあ両方ね、見ておくといいですが、ビフロストはね、比較的使いやすいかと思います。はい、続いて、フレアはチェインリンクと何が異なっているのでしょうかという質問に対して、構造についてね、答えられて、ヒューゴ CEO ね、答えているんですが、ちょっと僕、チェインリンクのところよく詳しく知らないので、ちょっとわからないんですが、なんか似た仕組みを持ってるんですかね。ユーザーの方から質問ありまして、で、フレアは2つのコアプロトコル、プライスオラクルとステートアクティティションっていうところですね。これがまずコアのプロトコルとしてあって、で、3つの公式製品、非スマートコントラクトの、トークンのブリッジング、これがステートコネクタと言われているものですね。で、NFT を含むスマートコントラクトトークンの保険付きブリッジング、これがレイヤーケーキって言ってるやつですね。あとデータリレー。データリレーはクロスチェーン DApps の開発するためのシンプルで一貫性のある、スタック、データ要素みたいな形になります。で、こういったところがあるので、それとチェーンリンクとは異なっているっていう説明になっているのかな。ですので、チェーンリンクね、知ってる方はそちらね、比較していただければと思います。はい、続いて、どこでラップすることができますかということですね。これが、答えられてまして、ビフロストウォレットを経由することが可能ですということで、あとメタマスクとかね。または、FTS の DApps を利用する方法もありますと。で、FTS のウェブサイトに行って、ウォレットを接続します。だから、これがメタマスクですね。FTS のウェブサイト、データプロバイダーのところに行って、そこにメタマスクを接続して、行うっていう形で、フレアがローンチしたら僕の方でマニュアル作っていこうと思います。はい、スクロー機能を実装したウォレットがあれば、ダンプの懸念は解消されるということで、スクロー機能ね、今、この前ね、ガバナンス提案、がね、公開されて、スクロー機能というのが初めてまた会話に出てるんですが、ロックしてね、資産をロックして、後に報酬、収益化するのを後にすることで、税のね、面でメリットがあるというようなね、コミュニティの方から発言のありましたが、これをね、個人デリゲートアカウントっていうふうに、そちらのガバナンス提案の中では書かれているんですけども、そちらの詳細については来月かそこらで公開されますということですので、来月あたりね、またそのエスクローについて、なんかアップデートされるんですかね。エスクローがあれば閉じてるんで、ダンプね、売られて、全部売られて、下落っていう懸念は解消されるんじゃないかっていうコミュニティのね、質問に対して答えられた回答になります。来月っていうところですね。はい、続いて、FLR の保有者が多ければ多いほど投票のバランスが良くなり、クジラによってガバナンスの問題が支配される可能性が低くなりますということで、こちらね、配置のサイトで FLR トークンのね、売却したい人はどうぞご自由にと。ただ、ネットワークの健全性、これからの発展性に関心がある人が、売却を望まない理由っていうのは、投票集中度ですと。で、それ何言ってるかっていうと、多くの人がね、売却しますよね。FLR もし売却しちゃった場合は、最初の 15% がもうそれだけがもう供給になりますので、仮に 15% ね全部売られちゃって、で1人のねクジラがその 15% を全部買い求めちゃったら、投票権が1人に集中しちゃいますよね。だからその人が 15% もほぼ全部の、投票権を得てしまうと。ですので、バランスの取れたものであれば、FLR の保有者が多ければ多いほど、投票のバランスは良くなって、クジラによってのガバナンス問題の支配っていうのが可能性が低くなりますということですので、売られればねそれだけ買われる可能性もありますけども、
極端な話、全く売られなければね、スナップショットを迎えられた人たちの分散化されたね、投票になるので、そういった形で、売られると、一箇所に集中する可能性はあるってところですね。別にクジラが買う、絶対買うってわけでもないですし、他のね、複数の人がまた買い支えるってこともありますので、そういったね、懸念はあるかと思いますということでね、廃止のはされてます。はい、続いて、金持ちは貧乏人より、得票率が高いのかということで、これも同じような投票の話ですが、この前ね、プロジェクトはこの点を、考慮して売却せずに追加の FLR を獲得する機会を提供し、アクティブな参加者の議決権、これを増加させていますということで、これ何かと言いますと、売却しないっていうのはね、そもそもそうなんですけども、売却しなかったら、それをデリゲート、ラッピングしてデリゲートすると、またエアドロップが、報酬が増えたりね、あとはデリゲート報酬ももらえたりっていうことで、また FLR をね、さらにもらうことができますよね。ですので、そういったデリゲートしたりとか、ラッピングしたりとか、それ積極的に、あとは F アセットとかね、プロジェクトに参加することで FLR を多くもらえるので、そういったアクティブなユーザーっていうのが、よりね、議決権を今後持っていくと。だからプロジェクトに関心がある方たちが議決権が多くなればね、それだけその投票っていうのは意味あるのかなと思っております。はい、続いて、彼らはデリゲートについて私に言ったということで、これが結構ね、注目するところかなと思いまして、なんかデリゲートの話をね、聞いてたんですよ。なんかユーザーの方が、コインベースで、デリゲートするのってどうやるのって聞いたら、プロジェクトの方は、いや、コインベースはできないよと、自己ウォレットでデリゲートってやるんだよって言ったら、彼らが、私たちに、彼らが私に言ったと。私に言ったっていうのは内容は書かれてないんですけども、だからどうやってやるのってことで、多分デリゲートについてなんか話されたんですかね。そしたらコインベースに聞く話だと思うんですけども、そしたらコミュニティの方が、リーダーの方がコインベースがデリゲートに対応するって、これはまだ聞いてないんですが、もしそうなら、良いニュースですと。で、あなたがデリゲートを開始する場所は、提案が通過し、あなたがコインベースに 15% 残すことを選択した場合、あなたの将来の報酬が行く場所になることも忘れないでくださいと。私は暗号を取引所に置いておくのは好きではありませんが、それは本当にあなたの選択ですと。自分の暗号を管理することに熱心でない人もいれば、完全に管理することも好む人もいますということで、何かと言いますと、デリゲートしてね、ラッピングしてデリゲートをした場合、そこのWFLR にしたね、残高のスナップショットを取っていくので、デリゲートしてる場所にね、ラッピングした場所に、配布されるんですよ、トークンが。だから取引所があなたの代わりに、そのデリゲート、ラッピングしてデリゲートした取引所にね、取引所のあなたのところに、戻される、エアドロップされるっていうことですので、取引所でまた持つことになるっていうところですね。で、あと、ラッピングしてデリゲートするんで、エアドロップがまたラッピングすることが必須条件なので、エアドロップもらえるかもしれないけども、デリゲートしたらそのデリゲート報酬もらえるので、そのデリゲート報酬はどうなるのかっていうところもちゃんとね、取引所の場合は確認したいかなと思っております。ですので、報酬がね、あなたのその取引所に戻るっていうところね、そちらをね、忘れないでくださいと。取引所で持つってことは、取引所が破綻したりとか、資金をロックしたりとかっていう取引所に依存することになりますので、そちらをね、考慮する必要がありますっていう意味になるかと思います。で、こちらがまたね、ちょっと信憑性が高くなってくるんですけれども、コインベースがそうするかどうかは定かではありませんが、私たちはすでにデリゲートのための設定をしている非常に大きな取引所があることを認識していますということで、ヒューゴ CEO がね、その後のコメントで言ってたんですよ。ですので、非常に大きな取引所っていうのが、そのデリゲート、フレアのね、デリゲートっていうのに対応するようです。認識していますということですので、どこの取引所になるかわからないんですけども、だから、今後ね、フレアのエアドロップを継続的に取引所からね、もらう可能性があるっていうところがあるので、そちらね、だから先ほども言いましたエアドロップとデリゲートの報酬っていうのは別になるので、必ず両方もらえるのかっていうのと、あと今後ね、もし、そのエアドロップをね、また取引所でもらったとしても、今度デリゲート以外にも、その F アセットのミンティング、先ほどのビフロストウォレットの話とか、あとはサービスがね、またどんどんその FLR を使ったサービスっていうのがどんどん展開される、ね、可能性があるので、それが、またその取引所でできるのかっていうね、そのフレアのサービス、もろもろね。なので結局それができないってなると、ミンティングはじゃあビフロストウォレットでしかできないとかになると、そこからまたコインベースからね、ビフロストに送って、
、そこからまたね、操作するって形になりますので、二度手間ですよね。だからウォレットで持ってるのもウォレットでまたそれはリスクあるかもしれませんけども、だからそういったところもね、考えていく必要があるかと思います。またね、取引所のデリゲートについては、またこれからね、出てくるかと思いますので、おそらく取引所の方からね、アナウンスがあるのかと思いますけども、僕の方でも引き続き追っていこうと思います。はい、で続いて将来的には参加者が自ら提案し参加者が投票することも可能になりますということで、コミュニティの方ね話してまして、今ね、ガバナンス提案ということがそのフレアの方から行われてて、それに投票してねコミュニティが決めていくっていう形になって分散化されてますが、もうそもそもがもう提案自体もコミュニティがやっていくと。でそのコミュニティが提案してコミュニティが投票するっていったね、もう完全に分散化された機能って形になる可能性もあるということですね。可能になるということですので、だからもう完全な分散型プロジェクトって形になっていくんですかね。だから今データプロバイダーに今引き継いでますけども、フレア財団の方から67%のねものを全部 FTS のデータプロバイダーに分散化すると、ですので徐々に権限がね移っていくって、みんなにねコミュニティにそういったイメージになっていくかとは思います。だから人々が意見をぶつかりながらっていうのはそういうところですね。コミュニティ同士が、意見をして、解決策を見出していくっていう形になっているかと思います。はい、続いて2年前のイベントを修正するために投票メカニズムを使ってルールを決定することに何の魅力も感じませんということで、これはね古い提案の方がいいって方ですね。要はガバナンス提案に否定的な方の意見になります。でヒューゴ CEO の方ね、答えられてまして、もしそのね、以前の段階の話であればホワイトペーパーに忠実でねもう進化しないということになりますので、ホワイトペーパーに忠実で進化しないのであれば論理的な終着点は F アセットの追加、レイヤー契機、簡単に更新できるステートコネクタ、これはね、最初の話ですとプラットフォームはもう簡単なね、ステートコネクタ、スマートコントラクトを実装できるだけの簡潔なね、内容だったと。そこからいろいろ発展してきたってことで、以前もねヒューゴ CEO のことは話されてましたんで、この簡単に更新できるステートコネクタっていうのは簡単なね最初のスマートコントラクトのことを言ってるかと思います。あとは FTS をサポートの資産の削減、これは、クロスチェーンブリッジっていうのはね、いろいろチェーンをつないで他のブロックチェーンからねいろいろなトークンっていうのを持ってくる可能性があったんですけども、それもなくなると。だから限られた FTS のサポート資産になると。あとはソングバードもねもうテストする必要もね進化しないんであれば必要ないので廃止すると。こういった、論理的な終着点になるんではないかと。ただ私はネットワークはできる限り多くの有用性を提供し、できるだけ多くの参加者を受け入れることが重要だと考えていますということですので、だからもう生きたブロックチェーンっていうかね、どんどん日々進化していくと。どんどんだから当初のホワイトペーパーもだから書き直されるっていう可能性ありますよね。どんどん進化していくっていうことですので、進化しないとね、衰退するだけだと、僕も個人的には思ってますので、どんどんね新しいことに挑戦していっていただけるといいかなと思います。はい、最後ですね。FLR をバーンする取引はありますか？ XRP と同様それでも、すべての取引が報酬に還元されますかと、エアドロップとかで、そちらのね。それに関しては、FLR を使用したすべての取引は、取引手数料としてバーンされると、燃やされるということですので、手数料って多分ごくわずかだと思いますけども、スワップなのか、送金なのか、相手はね、ステーキングから外すときに払うのか、手数料として、発生したものはすべて燃やされると、通常バーンされると供給が制限される、なくなりますので価格が上がるね、ものを、持つところをバーンというんですけども、そういった形で、行われると。で以前もコミュニティリーダーの方に質問があった時は、そのバーンの仕組みっていうのはフレアは今の段階では取引手数料だけっていうところですね。だから意図的にバーンしたりとか、なんかのね、プログラムに沿ってバーンするっていうようなものは用意されてなくて、手数料としてバーンされるっていうところだけ持っているかと思います。はい、ここまでがね、直近の話になります。またね、今、ガバナンス提案、非常にね、注目浴びておりまして、結構ね、質問の方も頻繁に出てます。ですので、僕の方でほぼね、毎日見てますんで、毎日、動画の方もね、何かしら上げられるようにね、やっていきたいと思いますので、またね、別の動画も見ていただければと思います。あとは、そんなの DAPS 関係ね、オラクルスワップとか FLR ファイナンス、あとパンゴリンデックスとかね、フレアで動いているプロジェクトに関しては全てまとめておりますので、そちらもね、動画の方を見ていただければと思います。
またね、何かわからないこととかあれば、気軽に LINE の方から質問していただければ僕の方からお答えしますので、よろしくお願いいたします。はい、ではね、今回はフレアネットワークスの直近情報になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。